まりましたギターラジオ。ギターや音楽にまつわるさまざまなことについて、聞くだけでちょっと得した気になれるような情報をお届けしていきます。ラジオのように気軽に聞き流しながら楽しんでいただければ幸いです。ギターを弾いているといろんな感想やコメントをもらうことがあります。それらはモチベーションを上げてくれたり、足りない部分に気づかせてくれたりと有益なこともありますが、なんとなくモヤモヤする内容もあったりします。何か弾いて。ギターを始めた直後から言われ始めるモヤモヤコメントがこの何か弾いてではないでしょうか。別に純粋にギターを聴いてみたいと思っている人から言われるなら特に問題ありません。何かワンフレーズだけでも弾いてギターの音を楽しんでもらえば済む話です。もしかしたら聴いてくれた人もギターの沼にはまる可能性もありますし、ただ何か弾いてのやり取りでたまにすごく嫌な気持ちになることがあるんです。思うにそれは相手が謎のマウントを取ろうとしている時です。発言者がギターを弾く人なら演奏の粗を探して自分の方がうまいことを見せつけてやろう。発言者がギターを弾かない人なら自分ができないことができて羨ましい。どんな演奏でも文句をつけてやろう。やりとりからそういった気持ちが透けて見える時があります。私と同じように実際に経験された方も多いのではないでしょうか。こちらもかわいそうな人だなと思ってスルーすればよいのですが、人間なので良い気はしません。相手にとっても無駄に自尊心を肥大させるだけですし、本当に誰も得しない時間を過ごすことになります。そりゃそれくらい練習時間が取れたら上達するよ。これはギターではない楽器をやっている人から言われた言葉です。私が近くでギターを弾いてたか、音楽のうんちくみたいなのを話してた時だったと思います。その人は普段仕事や家庭や付き合いを優先して音楽のことを後回しにするので、プレイヤーとしてはそんなに突出してはいません。というか、楽器が趣味のまともな人ですね。しかしこのそれくらい練習時間取れたら上達するよには参りました。そんなこと言ってしまうと全てそうだと思いませんか。もっと勉強時間が取れたらあの大学に合格できてたのに、もっとトレーニングの時間が取れたら体を引き締められるのに、もっと家にいる時間が取れたら家族とコミュニケーションが取れてたのに、何かに取り組む目標やモチベーションを作って時間をひねり出して、かつそれで結果を出すように努力して、そんな風に何重にもなっている価値を否定し、自分が何かをできないことを正当化してしまっている気がします。そもそも言われた側の私自身はたくさん練習してるとも思ってませんし、むしろもっとやらなきゃと思ってます。本当に無意味なたらればだと思いました。演奏スタイルを変えたら、これはニュアンスと誰から言われたかにもよるのですが、最もモヤモヤするコメントの一つです。ギターをある程度弾いてきた人なら誰しもが試行錯誤して積み重ねてきたものがあると思います。その歴史を深く考えずに突然ひっくり返してくるような行為に感じます。私の場合は爪を使わずに指先の肉でフィンガーピッキングをするのですが、それに対して爪で弾いたらということをたまに言われます。確かに今のスタイルではまだまだ良い音を出せていないかもしれません。しかしこの弾き方にこだわっているのにはそれなりの理由があります。私の中ではもともと上手にギターを弾きたいという気持ち以外に個性的なプレイをしたいという思いがずっとあります。現在のフィンガーピッキングは爪で弾くのが主流なので、違うスタイルを取った方が人と違うことがしやすいのではないかというのが一つの理由です。そもそも指先の肉で弾くと自分の体を使って音を出している感覚があるので、それが好きだというのもあります。ピックで弾くのも好きですが、どうしても物と物がぶつかって音が出ていると思ってしまいますし、人間の手で直接音を出す楽器ってあまりない気がするので、そのあたりも大切にしたいと思っています。また仕事をしながらギターを弾く場合、職業上の理由で爪を伸ばせないことも多くあります。世の中で聞かれるフィンガーピッキングは爪で弾いていることが多いですが、実際のプレイヤー人口としては少数派ではないでしょうか。なので自分が少しでも弾き方のコツや利点を見つけることで
より多くの人にギターに親しんでもらえるのではないかとも考えています。そんなことをいろいろと考えながら日々練習し、改良を重ねてきているつもりなので、弾き方に対するコメントはとっくの昔に検討済みのことが多いです。もちろん人に聞いてもらってなんぼなので、様々な意見を受け止めないといけないとは思います。弾き方や音色に対するコメントも参考になることが山ほどあります。嫌な気持ちになるのは、なんとなくコメントした人の器の小ささが見えてしまう時です。演奏スタイルに関しては、言った人の中では自身の中にベストなものがあって、それと違ったらダメという思考なのかもとか余計なことを考えてしまいます。これも誰も得をしない状態ですね。ここまで3つのモヤモヤコメントをご紹介してきました。共通するのは、相手のことを考えずに自分が優位な立場のように見せたり、何もできないことの言い訳を暗にしたりという自分本位のコメントだということです。なのでギタリスト側に響かないどころか、嫌な気持ちになるのは当然だと思います。この動画の原稿はもともと私のモヤモヤを聞いてもらって発散しようという意図で書き始めました。共感したり何か感じてもらえると嬉しいのですが、文句の文句を言うだけでは建設的ではないですね。なので、せめて自分が言われて誰得だと思ったことは相手にも言わないように、これからは十分に注意したいと思います。それだともやもやコメントも反面教師になるので無駄にはなりませんし。今回は少しネガティブな内容でしたが、最後まで聞いていただきありがとうございました。それではまた次のギターラジオでお会いしましょう。